僕はずんだもん。もともとは東北地方のマスコットキャラだった僕だけど、最近は日本でも結構有名になってきたのだ。2023年には YouTube 流行語大賞にもノミネートしたし、この調子で海外にも僕の名前を轟かせてやりたいのだ。ただ僕は日本から出たことがないし、まずは海外について学ぶ必要があるのだ。だから僕は海外進出を目指して、グローバルな知識について学べると噂のグローバル塾に通うことにしたのだ。とりあえず教室に着いたのだ。家から近い場所にあってラッキーだったのだ。それにしても今日は初めての授業の日。どんなことが学べるのかワクワクするのだ。まだ僕だけしかこの教室にいないけど、ちょっと早く来すぎたのだ。ちょうど誰か来たのだ。おはよう、ずんだもん。なんだメタンか。なんだって何よ。メタンもグローバル塾の生徒なの？いや、違うわ。私はこの塾の講師よ。オメガ。なんでそんな顔をしているのかしら。まあいいわ。今日はずんだもんに私が世界の危険について教えるわ。メタンが世界に詳しいとは思えないのだ。はあ、それに関しては大丈夫よ。私だってしっかり勉強してきてるんだから。心の声がバレてるのだ。ずんだもん、心の声が丸聞こえよ。じゃあそろそろ授業を始めてもいいかしら。ちょっと待つのだ。授業を受けるのは僕だけなのだ。あなたは何も知らないのね。グローバル塾はマンツーマン形式なの。だから二人っきりでみっちり授業できるってことよ。なんだか不安なのだ。まあ私以外の講師もいるから、いろいろな分野を学べるのもこの塾の良いところね。それを聞くとなんだか楽しみになってきたのだ。じゃあ早速授業を始めるわ。お願いしますなのだ。銀筆だから仕方なくこのバイトしてるなんて言えないわ。今回教えていくのは、行ってはいけない危険な島国についてよ。いきなり怖い内容なのだ。ずんだもんは島国とは何か知ってるかしら。そんなのもちろん知ってるに決まってるのだ。その名の通り、島でできている国なのだ。ほぼ説明になってないじゃない。まあ簡単に言うと、領土のすべてが島で構成されている国のことよ。もちろん日本も島国の一つね。ただし例外もあって、例えばイギリスやインドネシアが挙げられるわ。これらの国は他国と国境を接しているけど島国なの。ただこれらの国の領土もほとんどは海に面しているわ。なんだか曖昧なのだ。まあ島国一覧で調べるとどの国が島国かわかるから、気になったらネットで調べてみて。じゃあ早速世界の危険な島国について紹介していくわ。今回は3つの島国を危険度順に紹介していくわね。ワクワクしてきたのだ。1つ目はフィリピンよ。一つの国の中にたくさんの島があるのだ。何個ぐらいあるのだ。フィリピンは7000以上の島で構成されているの。首都はマニラで、観光地としてはマニラ大聖堂やサンチャゴ要塞などが有名ね。他にも美しいビーチやリゾート地が点在しているところも魅力的ね。なるほど。フィリピンに行ったら遊び放題なのだ。ただし遊びに行くには危険も伴うわ。すごくいい観光スポットに思えるけど、何が危険なのだ。実はフィリピンは観光客を狙った犯罪が多くて、実際に観光客を狙ったスリや詐欺、睡眠強盗などがよく起きているの。また治安も決して良いとは言えないわね。日本と比べるとこれだけの犯罪が起こっているわ。海外って思ったよりも犯罪が多いのだ。これでも海外の中では比較的治安のいいエリアと言えるけど、その分旅行に行く人が多く気が緩みやすい国でもあるから、十分な対策をするよう心がけてほしいわ。リゾート地の裏には危ない面もあるってことだな。グローバル。2つ目はパプアニューギニアよ。インドネシアと隣接しているわね。結構大きな島国なのだ。そうね、南太平洋諸国のうち面積と人口が最大なの。またこの国はアロタウの海が観光地として有名ね。
他にも美しい自然を生かした様々なスポットがあるわ。そしてなんと部族の数は800以上にも上ると言われているわ。そんなに部族があったら同じ国でも文化が全然合わないのだ。ずんだもんでもなかなかいいところに気づくじゃない。メタン、僕のこと舐めてるのだ。この国は部族国家でワントク社会が形成されているの。ワントク？犬が得するってことなのだ。はあ、よくそんな考えが出てくるわね。ワントク社会は強い一族共同体意識を持っていて、他の部族を部外者とみなす社会のことなの。なるほど。だから部族間抗争が起きて危ないってことね。こういうところは鋭いのなんなん。そうね。特にヘラ州や南ハイランド州は部族間衝突が激しく、治安もかなり悪いわ。またストポートモレスビーの治安悪化もひどくて、2024年1月には首相が非常事態宣言を出す事態にまで発展したわ。一体何があったのだ。警察と公務員によるストライキから暴動に発展してしまったのよ。実際にこの暴動によって死者も数百人出ているわ。もはや災害となんら変わりないのだ。はあ、災害といえばこの国は地震も非常に多いわね。最近だと2023年10月7日にマグニチュード7の地震が起きているわ。治安が悪いゆえに地震も多いなんて、泣きっ面に蜂とはこのことなのだ。その通りね。大地震が起きると治安が悪い地域は混乱に陥ってしまうわ。この国の大自然と触れ合いたかったけど、今はやめとくのだ。現在も国内情勢が非常に不安定だから、どうしても行きたい人以外は渡航を控えた方が良いわね。グローバル。次紹介する国が最後ね。3つ目はハイチよ。この国は北を大西洋、西と南をカリブ海に囲まれているわ。そしてハイチのシンボルともいえる観光名所がシタデル、ラフェリエール。あ、はいはい、あそこね。顔に全然知らないって書いてあるわよ。どんなところなのだ。シタデルは西半球最大の巨大要塞で世界遺産の一つよ。へえ、そんな要塞があるのか。ハイチの独立後、旧宗主国のフランスの侵攻から守るために建てられたの。標高970メートルの山頂にあり、晴天時の景色は最高ね。そこまで登るのもなかなかに大変そうなのだ。そうね、歩いていくのはおすすめできないわ。行くならガイドを雇ってラバに乗るのが一般的ね。めっちゃ楽しそうだし、行ってみたいのだ。ラバに乗るだけでもいい体験になりそうね。ただハイチは現状最も危険な島国と言えるわ。今まで見てきた国よりも危険なのか。そうなの。この動画を投稿した現時点では治安が急激に悪化していて、2024年3月にはギャングが刑務所を襲撃して約4000人の囚人が脱走する事件まで発生しているわ。いえ、何かの映画みたいなのだ。そして首相が帰国できなくなる事態となり、辞任にまで追い込まれたの。これが一つの島国の中で起こっているだなんて、本当にゾッとするのだ。外務省の海外安全ホームページでは危険レベル4の退避勧告が出されているわ。危険レベルの各段階はこんな感じね。ちなみにフィリピンやパプアニューギニアはほとんどの地域が危険レベル1か2となっているわ。となると危険レベル4って相当やばいのだ。ハイチは2022年10月14日から危険レベル4に引き上げられているの。かなり前からハイチは危険な状況にあったんだな。実際に外務省が出している情報として、首都圏や主要都市での暴力を伴うデモやストライキ、ギャングによる誘拐等の犯罪行為の頻発、ギャングによる石油ターミナルの封鎖からインフラの麻痺などが起こっているそうよ。日本ではありえない話なのだ。っていうか、この国のギャングやばすぎないのだ。まあ、どの国にも暴力的犯罪集団は存在するけど、ここまで大規模な犯罪行為を行うギャングはそういないわね。日本にこんなギャングがいなくてよかったのだ。あともう一つの危険な点は、比較的地震が起きやすい地域にあるところね。日本もだけど、島国って地震が起きやすいのかな。良いところに目をつけるわね。
例えばカリブ海に位置するハイチはカリブプレートと北アメリカプレートが衝突する地域にあって、これらのプレート運動によって断層破壊が起きてしまうの。通常島国は地球のプレート境界や断層の近くに位置していて、プレートの移動や圧力により地震が多く発生する傾向にあるの。プレートテクトニクスってやつだな。たまにはちゃんとした知識も持ってるのね。僕のこと舐めてる？じゃあ2021年8月14日に起きたハイチ地震を知っているかしら？それについては知ってるのだ。この地震はマグニチュード 7.2 の大地震で、死者が2000人以上も出て甚大な被害を生んだのだ。本当に痛ましい地震なのだ。まさかズンダモンが本当に知ってるだなんて。やっぱり僕のこと舐めてるのだ。とにかくハイチは地震の危険性も高い国ということを必ず知っておいてほしいわ。ここまで学んできたことを踏まえると、何があっても行ってはいけない島国の一つと言えるわね。ハイチに遊びにじゃなくて進出するのは諦めようと思うのだ。海外で遊ぶことしか考えてないわね。いくら僕が妖精だとしてもギャンブに捕まったら終わりなのだ。確かにズンダモンならきっとすぐにずんだ餅にされて食べられちゃうわね。なんでメタンはそんな怖いことを平気で言えるのだ？冗談に決まってるじゃない。実はメタンってサイコパスだったのだ。今回は3つの危険な島国を紹介したわ。同じ島国でも日本に住んでいてよかったと思ったのだ。ずんだもんも海外進出をしたいならこの3つの国は避けるべきね。とりあえずしばらくはまだ日本にいようと思うのだ。海外に行く際はまず外務省などから正しい情報を集めて、現地で安全に過ごせるように対策しておくことが大事よ。わかったのだ。今回紹介した島国に限らず他にも世界には危険な場所がたくさんあるわ。これからの授業でいろいろ紹介していくから楽しみにしておいてね。メタンの授業は思ったよりもためになったのだ。一言余計だけど最後まで聞いてくれたからまあよしとするわ。じゃあ次の授業でまた会いましょう。バイバイ。